はい、こんにちは、梅野です。本日は NHK の連続テレビ小説らんまんでも有名な場所になる牧野植物園で春のお花を撮っていきたいと思います。はい、1枚目これ撮っていきたいと思います。多分名前がムルチコーレ、うろ覚えなんですけれども、この黄色のお花を撮っていきます。でこうひょろっと背の高いお花になっているのと、密集してますので、ここは縦構図で撮ってこの高さとこの花の感じを表現していきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。手前のお花にピント合わせて撮っていくんですけれども、なるべく全体にピント合ってほしいので、ちょっと絞って F 値4ぐらいで撮っていきます。シャッタースピードは400分の1秒出てますので、手ブレしないので ISO 感で100で OK です。露出プラマイ0のマルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。縦構図で撮りまして、お花の高さとちょっとこの華奢さを表現してみたのと、上から光が当たってまして、左側の方はちょっと影になってて、で右の方にこう斜めに光が当たってますので、立体感が出ていいかなと思ったので撮ってみました。で手前のお花はだいたい横並びに生えてますので、ピントはだいたいに合うんですけれども、F 値4に絞ったことで横並びのお花3つともピントがあったんじゃないでしょうか。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここのネモフィラを撮っていきましょう。他のところに比べるとネモフィラの数少ないんですけど、ここにねバーッと咲いてくれてますので、ここ撮っていきます。で、あの辺にですね、ちょっと1本だけ背の高いネモフィラがありますので、そこにピントを合わせて撮っていきます。でこのカメラはできるだけこうローアングルから構えることで背の高いネモフィラを強調することができます。で手前のネモフィラを前ボケに使いながら背の高いネモフィラを狙って撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。ちっちゃいネモフィラのところに、ピント合わせていきたいので F 値は 3.5 に設定しました。で実際のところにカメラを向けると320分の1秒シャッタースピード出てますので、ISO感度は100で OK です。で露出はプラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。カメラをローアングルから構えたことで背の高いネモフィラをより強調することができました。で構図は3分割構造を使ってまして、3分割の左上の交差点にピントを合わせたネモフィラを配置しています。で手前の、ネモフィラをボケさせたのと、でピントがあったところの後ろはまた後ろのボケになってまして、この前後で、立体感のある写真になったんではないでしょうか。で手前の方はちょっと日陰になってまして、でネモフィラピントを合わせたところは若干光が入ってます。で右側の背景のところだけこう日差しが強く当たってましたので、こう光の明暗さも表現できて、良かったかなと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次ここの黄色い丸いお花を撮っていきます。名前は、ゴルフビューティーというお花みたいで、まん丸いお花になってます。ここかな、ここのお花にピントを合わせて、で背景の後ろのところ、あれはボケさせるんですけれども、縦構図の3分割を使って撮っていきます。で3分割の右下の交差点にこっちピント合わせる方を入れて、背景のボケさせるのは左上の交差点に入れます。で手前がピントがあって後ろがボケますので、対比構図みたいな感じにもなりますし、手前の緑が入ってで黄色なので、色の、この対比っていうのも綺麗になるんじゃないかなと思います。はい、カメラを設定していきます。手前のお花にはピントをしっかり合わせたいので、ちょっと絞って 3.2 に設定しました。シャッタースピードは640分の1秒出てますので、手ブレしないので ISO感で100で OK です。露出はプラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。3分割構造を使いまして、右下の交差点にピントを合わせたお花を配置しています。
で左上の交差点のところにボケさせた同じゴルフビューティーのお花を配置しまして、で手前がピンとあって背景がボケてますので、ちょっと対比構図みたいな感じにもしてみました。で右下の手前のところにちょっと葉っぱが入ってるんですけど、この緑がですね、ここだけ光が当たって同じ緑の中でも明るい緑から暗い緑へのグラデーションがありますので、ちょっとワンポイントいい感じになったんじゃないかなと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次ここから撮っていきます。あそこに黄色い、お花畑があると思うんですけれども、動画では見えづらいですが、この辺に紫色のチューリップが1本だけポツンと咲いてますので、そのチューリップにピントを合わせて撮っていきたいと思います。で背景となるところは黄色いお花で明るいんですけれども、チューリップは濃い紫色の色をしていますので、明るい背景に暗い被写体で明るさ色の対比になりますので、綺麗に映るんじゃないかなと思います。で今サイド光でこっちから光が当たってますので、チューリップの背中のところが光ってて綺麗に撮れると思います。はい、カメラを設定していきます。チューリップのピントを合わせて背景になる黄色いお花をボケさせたいので F 値は 2.8 設定しました。シャッタースピードは500分の1秒出てますので、ISO感度は100で OK です。ここも露出プラマイゼロのマルチパターンソックを使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。はじめは縦構図で撮ってみたんですけれども、写真の上の方に背景のちょっと人工のベンチみたいなのが入ってしまうので、横構図に変えまして3分割構図を使って撮ってみました。背景が黄色いお花畑でピントが合っているところが紫の濃いチューリップになってますので、背景と被写体と分離するというか立体感が出たんじゃないかなと思います。でサイド光がチューリップに当たってまして、背中の方が明るく綺麗な色になってます。はい、次ここの白いお花を撮っていきます。はじめハイアングルで撮ろうと思ったんですけど、ちょっと坂になっててあまり登れなかったので、ここのお花のこのラインがですね S 字の逆バージョンみたいになってまして、ラインが綺麗かなと思ったので、ここを縦構図で切り取って撮っていきたいと思います。でこういう感じで切り取りまして、このラインを出していきます。でピントはこの手前の方にピントを合わせて、後ろの方はなだらかにボケていくような写真で撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。手前の方にピントを合わせて、で背景の方はなだらかにボケさせていきたいので F 値 2.8 に設定しました。シャッタースピードは2000分の1秒出てますので、手ブレしないので ISO 感度100で OK です。お花が結構白いお花になりますので、今日が結構きつく当たってますので、白飛びを防ぐためなのと、背景を黒くさせるためにハイライト重点速攻を使って撮っていきます。はい、撮れた写真がこんな感じになります。白いお花のラインが右下の方から出てきまして、右へ左へと描きながら奥の方に進んでいます。でこのラインが入ることで奥行き感を感じさせるのと、 F 値を 2.8 に設定しましたので、一番手前はちょっとボケて、で右側の背の高いお花にピントがしっかりありまして、そこからまた背景になだらかにボケていってますので、このラインの効果とこのボケの効果両方相まって奥行き感を感じる写真になったと思います。で手前がボケてピントを合わせたところのお花は背が高いですので、奥行きと一緒に高さっていうのも表現できたんじゃないかなと思います。はい、本日は春のお花を撮りに牧野植物園に来ておりました。桜が終わった後で、あとネモフィラとかが咲いてましたし、八重桜とかも咲いておりました。これからですね、まだバラの季節とかになってくると思いますので、そっちの方も撮っていこうと思います。それでは本日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。